where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers.こんにちは。IKEA 大好きなサムです。よろしくお願いします。11月4日に IKEA 港北店に行ってきました。クリスマスのスイーツのフェアが始まってました。このね、可愛いグラスのミニパフェみたいなの美味しかったです。前回の動画でお話ししたんですけども、11月1日に価格改定がありまして、リーサトルプが799円になってます。このね、赤い上り値札が目印になってます。あと IKEA で人気の収納家具のベストっていうシリーズがあるんですけど、それのテレビ台も、価格改定で値下がりになってるみたいですね。このルームセットすごく可愛いなと思ったんですけど、にあるテレビ台もベストです。今回の動画では新商品の購入品とこの時期におすすめしたいアイテムを紹介していきたいと思います。特にケーブル問題を解決してくれる新商品と生活感をパッと隠せる神アイテムが目玉となっております。まず一つ目に紹介したいのはケーブルを整理するための商品です。以前から似たようなのは売ってた工具類が全部リニューアルされたようです。粘着テープでケーブルを整理するものってよくあると思うんですけども、これは釘です。釘で固定します。なので賃貸の方にはちょっと向かない商品となっています。こんな風にね、釘が全部ついてるんですよね。わかりますかね。金槌でね固定しました。ちなみにあとセリアにはこのようなピンタイプのもありまして、比較のためにこちらも購入しました。比べるとセリアの方が断然ピンが細いです。なのでセリアの方は手で留めることができて手軽に使えるっていう感じでした。ケーブルを壁に沿わせたいんだけど、粘着テープだと剥がれてきたりってあるじゃないですか。ありますよね。これもそうなんですけど、強力な両面テープで固定しててもテンションがかかる場所ってやっぱり剥がれてきちゃうんですよね。で、今回この IKEA の釘でしっかり固定することができました。釘で打ち付けたらこんな風になりました。しっかり固定させたいっていう方にはおすすめだと思います。量もたっぷり入ってますので、今後も使えるところを研究していきたいなと思います。IKEA のクリスマスの時期に売られる星型のライトなんですけども、こちらのケーブルもちょっとタラーンとしてましたので固定したいと思います。こちらはテンポラリーですのでセリアの方を使ってみました。もう本当に手軽に手でサクッと刺すことができるピンの細さです。その代わりやっぱりね、ちょっとテンションがかかるなってところは取れやすいかなっていう風な感じはしました。簡単に取れます。賃貸の方ですとか、こんな風に一時的に使いたい場合はセリアの方がいいかなって思いました。結構ね、壁に沿わすとスッキリさせることができました。続きましてはリピート買いなんですけども、こちらのキッチンクロスですね、買ってきました。こちらも11月1日に値下がり、値が戻った商品になります。この商品はとっても人気ですので、リンニングっていうものかな、値段が戻って嬉しいって方多いんじゃないでしょうか。綿 100% ですごいしっかりしてるんですよね。でこちらのケーブルをクランプするものを先に紹介します。こちら新商品で3つ入って199円とお手頃価格なので買ってみました。で3つ入ってるんですけど、3つともサイズが違います。1つはケーブルクランプする数が多くって、でこの2つはケーブルを挟む部分の太さが違いました。で裏に両面テープがついているっていうものです。ちなみにブラックもあります。店舗で見た時はケーブルに対して結構きつめなのかなと思ったんですけども、 IKEA のケーブルって布巻きになっているので、アップルの標準品と比べるとだいぶ太めになっています。なのでね、この感触はあんまり当てにならなかった両面テープの加圧時間は10秒、養生時間は24時間っていう風に書かれておりました。ちょうどケーブルを保持したいなって場所があるので、そこに使ってみたいと思います。これは子供の勉強机です。 IKEA のミッケという学習机を使っています。別の動画で紹介していますけども、スコーディスっていう有効ボードを前面につけています。
このバスケットにいつもタブレットを入れてるんですけども、そのね充電ケーブルを固定してあげたいなと思います。このちょうどバスケットのところに先ほどのクリップをテープで貼りたいと思います。さっき大きさに2種類あるって言ったんですけども、これは細い方をつけることにしました。で今から私10秒加圧しますので、その間皆様はですね画面左下のグッドボタンを押してください。お願いします。いやほんとありがとうございます。ありがたいなっていつも思ってます。ほんとはい。でこんな感じで24時間経って早速ケーブルを挟んでみましたけども、アップル標準品のケーブルはスカスカでしたね。まあでも子供は結構充電しながらタブレット使うことも多いから、まあいいかなみたいな、たまにここに戻しとくみたいな感じになってます。はい。キッチンクロスの話に戻ります。大きさは 60×45 でちょっと大きめかなと思います。シンプルなモノトーンでラインもいいですし、 IKEA のキッチンクロスの特徴でありますこの輪っかがついています。引っ掛けられて便利なんですよね。すごくしっかりしてて、私3年以上多分使っての買い替えなんですよ。めちゃくちゃ使えます。タグってちぎるんですねって以前コメントでいただきまして、いつもコメントありがとうございます。ちぎった方が根元から綺麗に取れるかなって思ってます。皆さんはキッチンクロスはどういうのを使われてますか？よかったらコメント欄で教えてください。 IKEA じゃないやつでもぜひ。これは冷蔵庫横です。マグネットクリップに引っ掛けてます。ちょっと寒くなってきて温かい飲み物をよく飲むんですけども、こちらの IKEA のティーポットが大活躍しています。こちら超人気商品で560件以上のレビューがついてて、評価 4.3 っていう超人気商品です。洗いやすいですし、スタイリッシュですし、蓋が落ちてこないのが使いやすいんですよね。まだお持ちじゃない方はぜひチェックしてみてください。続きましては新商品なんですけども、以前限定品として出ていたグラスが再登場したというものです。めちゃくちゃ可愛くないですか？前回限定品で買えなかったって方はぜひゲットしてください。あと人気商品のこのガラスのマグがですね、また値が戻りました。こちらもすごく人気商品で、私もいよいよ買おうかなって思ってます。前回の動画で買おうかなって匂わせてたこちらのプーフ、11月の特価品となっています。めっちゃ可愛いですよね。買おうかなと思って IKEA 行ったんですけど、ちょっと見てください。似姿はこんな感じで真空パックみたいになってるんですよね。重さが確か3キロ以上あったんですよね。ちょっと私この後も予定があったので、この日はねちょっと断念しました。今週末ね買ってこようかなって思います。すいません、なんかねレビュー楽しみにしてくださった方がいたら申し訳ないなと思って一応ご報告しておきます。今週末残ってますように。最近ちょっと肌寒くなってきたじゃないですか。そこでおすすめなのがベッドカバーなんです。寝具のシワってすごい生活感が出るじゃないですか。トラッドビーバっていうベッドカバーがフリース素材で全くシワにならなくって、こうほんとパサってかけるだけでこんな風にシワ感なく綺麗に敷くことができます。またすごくね柔らかくて毛布としても活躍します。でサイズも2種類あってお値段も手頃なんです。なんとカラーバリエーションもございます。前回の動画で紹介したライトのことなんですけど、ツリーのねライトのことなんですけど、6時間タイマーで勝手に消えたりまたついたりするの天才やんみたいな話したんですけど、やっぱね消えないです前回もねちょっとお店に問い合わせはしたりしたんですけどね、コメントでもね他の方も消えないって言ってたんで、多分ねこの記述が間違ってんじゃないのかなって疑惑。次回はこちらの購入品を紹介したいと思います。さて何でしょうか。はい、ではまた次の動画ですぐお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。